うわ、雪が立っております。これはちょっと罰ゲームでしょうか。寒くなるんじゃないですか、皆さんね。こういうデザート、もうバッチリですね。今日はリンゴのクラフティー、ね、クラフティードポンム、ね、ポンムはリンゴのことです。クラフティーって皆さんね、よくさくらんぼでやりますよね。今日はリンゴでやります。材料です。今日はリンゴ、モンフジ、モンフジじゃね、富士です。富士を買ってきました。そして一回マリネします。レーズン、これは乾燥した、ままで結構です。香り付けのレモン、天才とシナモンです。そしてアパレイユが、小麦粉、牛乳、生クリーム、天才と、卵、そして上に乗っける、バターでございます。以上でございます。まず皆さんね、正しい100均でスタッフがこれ100円ということで、これバターを軽くです。べちょっと。これバターはこれ丁寧に塗らなくてもどうせ溶けちゃいますので、全体にべちょっと塗ってれば結構です。よく昔はべちょガチョーン、ちょっと古かったです今のギャグは多分お客さんだいぶ引いたと思います。バターを塗っておきましたら、リンゴを剥きますね。これリンゴはですね、本来は皮のまんま、僕はどちらかというと皮のまんま派なんですけど、今日はちょっとお上品に皮を剥きます。この皮も捨てないで、刻んで何かデザートかに使ってください。はい。そうしましたら、まずはい、皆さんね、これよく見てください。僕、何回も説明してるんですけど、私の大親友で、弘前の、奇跡のリンゴをね、有名ですよね。で、その奇跡のリンゴを発見した山崎さんっていうシェフがいるんですけど、僕行った時に、この皮とね、この中の芯を捨ててたんですよ。で、奇跡のリンゴなんてもう今3年待ちですから、木村さんの。山ちゃんこれもったいないじゃない。いや、でも、いやこれさ、なんか完全にオーブンで乾かしてパウダーにしてなんか使えないって言ったら、これねこれパウダーにするとねピンク色になるんです。それを山ちゃんが奇跡のリンゴのスープをね、弘前でレストラン山崎で出してまして、それ名物なんですけど、その上に今振ってるんですけど、あとこの粉をねせんべいにして、もう大流行りでございます。もうね、もういっぱい儲けておりますね。ですからこういう皮もね捨てたもんじゃありません。そうしましたら、ちょっと2センチ前後ですね。この辺はもう、はい、これをですね、今度ボウルに入れて、ボウルに入れてですね、色止めをします。まずね、レモンの香り付けです。よいしょ。これね、いっぱい出るんですよね。レモンの香り付け。はい、そうしましたら、レモンのジュース。
皆さん種は気をつけてください。種があったら取ってください。よいしょ。あ、種入りました。よし。種が入りました。よし。よく絞ってください。はい。で、これで色止めをします。レモンが入ると色が止まります。そうしましたら、先ほどのレーズン、お砂糖、甜菜糖、そしてシナモン、ね、リンゴにはよく合いますよね。はい、これでよく混ぜておきます。はい、よく混ざりましたら、これを4等分します。これレーズンはね、本来戻すっていうことなんですけど、でも戻してもいいんですよ。戻してもいいですけど、もう完全にこれからオーブンに入れますので、ふやけますので、このレーズンにね、なんかちょっとラム酒とか、お好みのつけてもいいです。お子様のおられる子だったら、まず、こうやって、ね、ほとんど適当ですね。ほとんど皆さん、もうちょっと丁寧にやってください。はい、こうやって詰めておきます。それではアパレイユを作ります。まず、卵。甜菜と、ここで一度よく混ぜてください。甜菜と結構ザラザラしてますので、ここでよく。はい、よく混ぜましたら、今度小麦粉を入れます。振りながら。はい、ここでゆっくりよく混ぜます。はい、よく混じりましたら、まず牛乳。分量の牛乳です。そして仕上げに生クリーム。ちょっとこぼしちゃいました。こぼしても気にしない。はい、よく混じりました。よく混じりましたら、このアパレイユを4等分して上から4等分です。はい、そうしましたら、この上に先ほどの残ったバター。はい。はい、180度、一応50分ですけど、ちょっと30分から様子見ます。30分、40分、50分と。で、焼き色がつきすぎたら、クッキングオイルをのっけます。はい、それでは焼き上げます。クラフティです。はい、レッツゴーゴーゴー 3、2、1、0。はい、180度で40分になりました。さあ、どんな感じでしょう。じゃじゃじゃん。おーっと、来てますね。見てください。40分。はい。
はい、出来上がりです。これ焼きたての時はこう膨らんでるんですけど、ちょっと時間を置くとこう収まって縮んでいきますんで、その縮んだところを、皆さん召し上がってください。それでは、よく焼けてますね。レーズンも完全に見てください。レーズンも完全に戻っております。はい、クラフィティっていうのはこのね、この下の、うわ、湯気が立っております。これはちょっと罰ゲームでしょうか。湯気が立っております。皆さんは、ぬくい方が美味しいので、皆さんはよく室温に戻してから召し上がってください。で、リンゴのことをポンムって言います。お芋のことをポンムドゥテール。テールというのは土のことを言います。ね、土のリンゴはお芋。で、ポンムはリンゴ。ポンムドゥテール。テールっていうのは土の中にお芋いますよね。なので、形が似てるからかな。ということで、めちゃくね、これからね、寒くなるんじゃないですか、皆さんね。この部分をクラフィティって言いますので、よく焼けてます。このね、これから寒くなる、こういうデザート、もうバッチリですね。富士は酸味と甘みがバランスがいいので、酸味があってもいいんですけど、これ本当ダブルグーです。めちゃめちゃ、美味しいです。さあ、今日合わせるシャンパンです。はい、フランスシャンパン地方の、ノクタンスリーブアロゼ、ね、ノクタンスリーブアロゼでございます。シャルドネ、ピノノワール、ムニエ3種合わせております。のロゼですね。このね、リンゴの色のいちごの香りがします。なかなかひたしだと思います。本当皆さんこれめちゃめちゃなんか一瞬ロブションのキャフェで食べてるのかなみたいな、三国キャフェじゃなくてロブションのキャフェかなみたいな。暑いです。リンゴの切り方も雑でしたけど、この雑さがねフランス的なんですよ。皆さんあえて雑にしてるんですね。本当かなみたいな。どうぞ超おすすめでございます。どうぞ、すぐ作ってみてください。グーです。